皆さん、森のニーナです。今日の動画は今月のお気に入りを紹介していきます。実は最強の組み合わせの美容液を見つけたんですよ。あと私がいつも大事にしてる工程の朝洗顔にすごいいいなと思ったアイテム。スキンケアはもちろん小物、コスメ、そう今求めてたのこういうのよって思ってもらえるようなアイテム勢ぞろいだと思うので、最後まで楽しんでもらえたらと思います。それでは始まります。スタート。これはっていうやつね、出会っちゃいました。じゃじゃん。コス RX ナイアシンアミドとアルブチンの美容液です。なんで私が一気に2つもこうやってポンと出しちゃってるかっていうと、この2つの組み合わせがめっちゃ最強だったんですよ。最初は本当になんとなく続けてたんですけど、みるみるうちに肌がめちゃくちゃ綺麗になっていって、確信を得たのが友達に会った時に「ニーナさんマジやばい」みたいな「何してるんですか?」みたいな。こうも変わるっていうのはいつぶりだろうってぐらい超おすすめの組み合わせです。まずはナイアシンアミド 15% でこの値段はマジでやばくない？まず効果なんですけど、毛穴ケアと皮脂コントロール、あとトーンアップをサポートしてくれる。テクスチャーはそうだ、これ使い切っちゃったんだ。まだちょっと残ってる。テクスチャーこんな感じ。結構緩め。水分も少し感じるんだけど、基本的にほぼオイルみたいな感じ。最初ベタつくかなと思ったんですけど、なじませ終わった後さらっと軽め。香りも1ミリも何にもしない。ナイアシンアミド濃度が高すぎると時にピリつくんですね。で、私もこれを使ってる時、肌がちょっと調子悪い時にピリつきが強かった日があって、でもその直後になぜかこのねアルブチン使うとそのピリつきが収まったの。調子いい時は刺激とか荒れ方もなかったです。保湿力は直後はあるんだけど、時間が経ってくるとすぐサラッとしてきます。だからこの後乳液塗らないっていう選択肢はない。浸透力がめっちゃ良くて水のように馴染みきるので、次に使うスキンケアとかも邪魔しないです。ただ1ヶ月ちょっとぐらいでなくなっちゃった。ただ値段が安いので、高濃度美容液として手軽な価格でコスパは優秀だと思います。毛穴が引き締まった感じもあって、皮脂コントロール効果は高かった気がする。化粧崩れがなくなるっていうのはこれのおかげだったと思う。あとは高濃度ながら処方がめっちゃシンプルだからか、使った直後のピリつきとかはあったけど、その後のトラブルがなく、意外にも使いやすかった。成分で言うと亜鉛 PCA っていうのが入ってて、これも皮脂分泌コントロールしてパンテノールが肌を整えたり刺激を和らげてくれる。実感できた効果、やっぱり毛穴が目立ちにくくなる感じ。これ単体で買う場合のおすすめしたい人は、皮脂コントロールしたい人かな。顔の皮脂で過剰だと悪い皮脂になるのね。それが悪玉化された皮脂、肌の見た目を悪くする環境を作っちゃう。だからオイリー肌じゃなくても皮脂コントロールっていうのはできるだけスキンケアでしてくれるものを一つ取り入れておくと、肌の調子が悪くなるのを防ぎやすくなると思う。だからそういうのにすごいおすすめ。続いて一緒に合わせてたアルファアルブチン2ニキビ跡ケアセラム。ニキビ跡色素沈着をケアするセラムで、敏感肌にもとっても優しい処方になってます。ニキビ跡にいいっていうところなんですけど、私はキメがめっちゃ整うっていうのと、顔の色ムラっていうのがなくなった気がする。もう今年これ多分私ずっと手元に置いときたいな、リピート確定だなってくらいすごいお気に入り。これさ、結構茶色いんだよね。テクスチャーは軽めのオイル多めのジェルみたいなとろみもあるんだけど、肌にのせるとスッと馴染むさっぱりした仕上がりなの。これも匂いゼロ。これはピリつきとかを感じたことがない。保湿力に関しては単体だとほぼない。直後はあるんですけど、ベタつきが。だけどすぐに馴染みきってすぐサラッとしちゃう。乳液塗らないと突っ張っちゃうから、馴染んだ後は塗った方がいい。 50ml もあるから、こっちはコスパよく感じた。お気に入り理由は、使い続けていくうちに肌のトーンが全体的に明るくなって、キメが整って、私的に理想の肌に近づかせてくれたっていう実感がすごいあった。だけどこれをさらにプラスアルファするのがすごい良かった。成分で言うとアルファアルブチン 2% 入ってて、これが美白効果、色素沈着、くすみにアプローチしてくれるそうです。これもナイアシンアミドが 5% 入ってるので、2つ使っちゃったら 20% ぐらいになっちゃうんです。って考えるとこっち少なめでも良かったかも。実感した効果まとめると、美白、くすみ、張り、
キメっていうところかな。もう完璧。ニキビ跡に関しては口コミは結構賛否両論なので、個人的にはなんかキメめちゃくちゃ整ったお肌になりたいとか、色ムラ綺麗にしたい、肌のビジュアルとにかくいい感じにしたいっていう人にまずちょっとこれ使ってみてほしいなと思える美容液でした。はい、続いての今月のお気に入りはこちらです。ファンケルやわ肌ミルク洗顔。ファンケルといえば無添加なので敏感なお肌になりやすい季節の変わり目などにとっても使いやすいブランドです。こちらの一番の特徴は乳液タイプなので泡立てしなくていいっていうのがまずめっちゃ楽。私朝の洗顔めちゃくちゃ大事にしてて、洗浄力が高すぎるものを夜にも朝にも使っちゃうっていうのが乾燥肌の私には懸念だったので、そのマナラの美容液洗顔使ってたんですね。そんな中マナラよりもお手頃で、ニーナさんこれいいですよって視聴者さんが教えてくれたので試しに買ってみました。テクスチャーは洗顔料とは思えないザ乳液っていう感じ、ミルク状の柔らかい質感になっていて、肌にのせるとスルスルと伸びる上に洗顔しながら肌が柔らかくなるんです。これが汚れ落ちもしやすくなりますし、お肌にもすごい優しい使い心地。香りは全くない。実際には私これ2ヶ月使ってたんですけど、ピリつきとか刺激とかは一度も感じたことないです。はい、洗い流した後はこんな感じです。マナラに比べると洗い上がりは結構さっぱりめです。でも普通の泡洗顔とかに比べるとしっとり感っていうのは残ってます。何よりこれ一番の特徴だなって思うのは、ごわつきがやっぱ改善してるんですよね。多分乳液でやっぱ柔らかくしてるっていうのは大きい効果だと思う。ミルク特有のね、ぬるつき感がいつまでも残ってないからさっと洗い流せて快適。コスパの面なんですけど、私は毎朝使ってて全然1ヶ月以上とか持ってたんですよ。全然コスパいいのかなって思います。含有成分、洗顔する時肌からセラミドっていっぱい落ちちゃうんです。だけどこれはセラミドが入ってるので、なるべくセラミドを守るような処方になってる。であとアミノ酸系の洗浄成分だから優しく汚れを落としてくれる。香料、着色料、防腐剤も入ってないので、敏感肌に配慮されたような組み合わせになってるのかなって思います。実感した効果、毛穴、くすみと肌の柔らかさを保ちやすくなるなって思います。やっぱ洗浄力の高い洗顔をずっと使い続けてしまうと、やっぱ突っ張りみたいなのを繰り返してると肌がどんどん表面が硬くなっていく感じがするんですね。これはスキンケアしやすいようなお肌を日常で整えられてるなっていう感覚がありました。この洗顔料は朝の洗顔料を探してる人にすごいおすすめしたい。あと乾燥肌の方で敏感肌の方にもすごい使いやすいしおすすめしたいなと思えた洗顔料です。やっぱマナラの洗顔料は洗い流し切らなくていいやつだから、保湿も一緒にちょっとできちゃうよねみたいな洗顔なんですよ。だからもう本当に何使っても肌突っ張っちゃうんだよなっていう人はそっちだけど、しっとり仕上がりが苦手な人も多いと思うので、そういう方はねファンケルおすすめです。最近ね持ち歩いてるポーチの中に絶対入れてるものはこちらです。ソウルのモイストリップバームです。このソウルっていうブランドはヒト幹細胞がよく入ってるスキンケアっていうのが有名だと思うんですけど、私はねそのブランドのこのリップバームがめっちゃおすすめしたい。そういうメーカーが出してるだけあって、このクリームも美容成分めっちゃ贅沢に配合したスキンケア発想なリップクリームです。最近外出中これは手放せないです。スペックとしてはテクスチャー見せるとこんな感じで、密閉感が結構あるようなテクスチャーなので好みは分かれるかも。トリートメントみたいに滑らかに染み渡るリップとかが好みの方はベタつくって感じるかもしれない。色味がピーチっぽい感じなんだけど、肌にのせると無色。塗る直前カッピカピだった私の唇がのせた瞬間ふっくらするんですよ。開けた瞬間からミントの香りがするぐらいちょっと強めな清涼感あるんですけど、ヒリヒリ感とかはないです。ただちょっとスースーする感じはあります。縦じわがなくなって唇がふっくら見えるから見た目がシンプルに綺麗になる。唇の色もくすみが晴れるように見える。その分しっかりと潤いは感じます。効果以外の使用感でいうと刺激っていうのはちょっと怪我しちゃってるっていう時とかにも感じなかった。密閉感がすごいので一度塗ると長時間保湿保って
ってくれます。コスパの面でも少量ですごい伸びるので全然減らない。価格で言うとちょっと高め、その分リッチな成分だったり使用感の良さ、高保湿っていうところで私は納得してます。お気に入りポイントを話すと、メンソール感の香りの強さがあるのね。これ清潔な気分になるんですよ。リップクリームとしての機能も最高っていうのが私がハマった理由です。乾燥しがちな唇をケアしたい方、今までちょっとメンソール苦手だったけどニネさんの言う心地よさ体感してみたいって思った方にはぜひね試してみてほしいアイテムでした。続いてお気に入りアイシャドウ、トーンペタルフロートアイパレット EX02 番。じゃじゃーん、可愛くない？これさ、やばいよね、この可愛さ。こちらは限定色らしくて、だから気に入ったら早く買わないとなくなっちゃいます。透け感と柔らかい発色っていうのが特徴で、ナチュラルかつモードな雰囲気を演出できるアイシャドウです。トーンといえばね、自然由来の成分が多く含まれていて、目元に優しい処方っていうのも魅力です。これはもともと4730円なんですよ。本当に申し訳ないんですけど、ホリデーコレクションだったので、去年の年末に向けて発売されたものなので公式では売ってないんですよ。だけど Amazon とかネットだったら結構買えるカラーだったので紹介しました。これマジで本当に可愛くない？こんな感じで、この左上はラメ、右上はマット、左下はちょっとシアー感のあるメタリックな感じ、右下もマットなカラーになってます。これが左上、右上、左下、右下という並びになっていて、個人的には一番右のカラーと左から2番目のカラーがベースカラーとして使いやすくて、締め色に右から2番目、奥行きだったりちょっと華やかさを出すのにこのグリッター使うのが可愛かったです。全体的にコーラルなんですけど、ナチュラルですごい肌なじみがいいんですよ。なので一年中使いやすそうです。粉なんだけどちょっとしっとり感があるのか粉飛びしづらくてのせやすかったです。ちょっとこの右目にはこの右下のカラーをちょっとベースで塗ってみます。指だけでね塗っても結構綺麗に均一にのせやすいです。はい、こんな感じ。可愛くない？何この綺麗さ。肌が綺麗に見えるんだよね。次この上を、はい、こっちの方がちょっと赤みが強め、こっちの方がちょっと締まり感があって、こっちの方がちょっとライトな元気な印象になります。こっちの方がおしゃれだけどこっちの方が好印象で、締め色に、はい、こんな感じ。かわいい。こっちも、はい、こんな感じ。うわ、めっちゃかわいい。このグリッター、これね結構思い切ってつけちゃう方がかわいいの。ほら、これ美しすぎない？この光り方。ほら見て、まるでさリキッドのラメグリッターでも塗ったかのようなしっかり光を拾うのだからめっちゃ可愛いの。はい、どうでしょう。このアイシャドウ、ナチュラルだったり血色もよく見せてくれたり、だけど使い方によってはおしゃれにも見せてくれるっていうので、ほんとオフィスメイクにもデートや女子会、ちょっと特別なイベントとかなんかにも使える。たったのこの4色で使い方次第で雰囲気変えられるからすごくない？どんな方におすすめしたいか、ミニマリストさんにもおすすめかも。これ1個でいろんなメイク TOP だっけ TPO 問わずこんなに使える。これ1個あればいいよねっていうアイシャドウが欲しい方にとってもおすすめしたいアイテムでした。続いてのアイテムはじゃじゃん、カードケースになります。こちらはボナベンチュラの1万8000円のお財布です。というのは嘘でこちらは Amazon で2980円で買ったストリームというストアのカードケースになります。2980円には見えなくない？これびっくりじゃない？私すごい小さいバレクストラのすごいお気に入りの財布があるんですね。マイナンバーとか保険証とか財布に入れたくないんですよ、形が崩れるから。だからなんかいいカードケースないかなって探していたところこちらに出会いました。これすごいのがさ、触り心地もいい革みたいな感じで、大人の女性としてこれが出てきてもちょっといいお財布なのかなぐらいに思われる感じがいいなと思いました。
スペックとしては収納力すごくない？この収納力こんなに入るの。外側に13枚入るんだけど、この外側のポケットが結構広く作られてるので、ほら私もここに入りきらなかったカードとかをここに置いてます。見て、かわいい。リリーの昔の保険証で、サイズ感で言うと13枚入るから結構厚みがあるのでかさばります。だから私はこれを持ち歩いてるっていうよりは家でカードを管理するっていう感じで使ってます。もう見た目はさ、まさにボナベンチュラでも触り心地は柔らかい革のような触り心地。あと意外にもね、ステッチがなかなか丁寧な作りで価格以上のクオリティを感じます。前に買ったんですけど紹介したいなと思ってたのにずっと忘れちゃってて、改めてやっぱこれ見た目も可愛いし、セカンド財布とか旅行中いい財布持ってくのちょっと怖いだけど出して恥ずかしくない財布がいいっていう人とかもいるし、私みたいにカード入れいい感じのあるといいって思う人は大半だよなって勝手に判断して、ちょっとこの動画で紹介させていただきました。実用性、見た目、コスパを全部叶えてるっていうのがさ、なんか改めてすごいなって思います。よかったら皆さんも使ってみてください。はい、最後におすすめ入れるか迷ったんですけど、ドラマ、皆さんハイポジって見たことあります？ちょっと最新作じゃないからさ、ちょっと話すかめっちゃ迷うんだけど、すっごいハマっちゃって、今後自分がどんな人生を送りたいかっていうのを想像をかきたてられるようなドラマだった。もちろんね、私だって全然未来のことを考えてないわけじゃなかったけど、このドラマは SF なのにどこか現実的。まず46歳のおじさんが魂だけ16歳に戻るっていうところからストーリーが始まるっていう話なんだけど、人生諦めた人が高校生からやり直すっていうのが大まかなストーリー。この後のストーリーはもう1ミリもネタバレしたくないってぐらい見てほしい。最初は結構コメディタッチなストーリーで気分転換ぐらいに見るのがちょうどいいのかなと思ってたんですよ。ストーリー自体は流れが面白いなぐらいの感じだけど、物語が進むにつれてだんだんとどんどん自分だったらどうしたいかな、こんな時自分視点になっていって、最終的に自分と向き合いたくなっちゃうみたいなストーリーだったんですよ。最終的にはヒューマンドラマというか、キャラクターに対しての愛着もどんどん湧いてきて、いやもう切ないんだよね。癒されるし、この時代に生まれたかったなとか、この時代を生きてみたかったなって思ってるから、その疑似体験もさせられたっていうのも私好みのドラマだったんだと思います。もしね、ちょっと共感してくれる方がいたらちょっと見てみてください。スキンケア、美容系のアイテム重点的に紹介してたんですけど、いかがでしたか？急にそういえばなんか海外の人からのコメント増えましたね。めちゃくちゃグローバルなチャンネルに一瞬なった感じでしたが、私一個疑問なのが、過去にあったコメントを海外の人がコピペしてコメントしてたりするんですよ。嬉しい、本当に。やっぱり見てくれる人が多ければ多いだけ誰かと話してる気分になるっていうか、もちろんそんなに再生数がなくてもそういうのを必要としてる人のために一生懸命作ろうって気持ちで普段作ってるから、そこまであんまり再生数とかこだわらないように普段してるんだけど、それでもやっぱりさ、増えると嬉しいね。よかったら皆さんのおすすめしたいアイテム、スキンケアに限らずね、よかったらコメントで教えてください。この動画がちょっとでも楽しかったな、参考になったなと思っていただけたら、よかったらチャンネル登録、高評価ボタンを押していただけると今後の動画投稿の励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。だねー。